皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、Windows Note PC で外付けキーボードを使うときに困っていたことがあったんですけども、それがね、解消したので、それをね、ご報告しようかと思います。それでは行ってみましょう。はい。で、僕のね、メインマシンは公私ともに Mac だったんですけど、ちょっとこの度ね、仕事用のメインマシンをちょっと Windows に切り替えています。一部ね Mac でも動画編集とかするので使うんですけど、基本的には Windows がメインマシンになっているという感じですね。で、Mac の場合だと、ノート PC、MacBook にね、外付けキーボードをつけるときっていうのは、つなぐたんびに、このキーボードは、US 配列か JIS 配列かみたいな、配列を聞いてくれるんですよ。で、一回登録したのは、そのキーボードを接続すると、US なら US、JIS 配列なら JIS 配列というふうに、つなぐたびに勝手にね、認識してくれるようになっていて、これはね、めちゃくちゃ便利なわけですよ。で、一方で Windows PC なんですけども、基本的には、レイアウトってね、1個しか持てないっぽいんですよね。僕が調べてるうち限りなんで、もしちょっと違ってたら誰か教えてください。で、レジストリでね、変更したら、キーボードごとに設定をね、持っておくってこともできるっぽいんですけど、正直めんどくさいし、会社支給の場合ね、レジストリを変更するっていうことも、できない人もね、いるかと思うんですよ。で、僕がね、やりたいことっていうのをちょっと整理しておくと、まず、Windows Note PC で外付けキーボードを利用、まずしたいんですよね。で、その時に、US 配列だろうが、JIS 配列だろうが、キーボードに応じて、その配列を変更したいです。自由に変更したいです。はい。で、あともう一個がですね、その US 配列を使ったときに、日本語入力、全角入力と半角入力のこの切り替えというのを、スペースキーの左右のオルトキーで変更したいです。右側のオルトキーをやると全角モードですね。で、左のオルトキーやると半角モードというふうに、明示的に指定して変更したいです。で、OS の設定に、よればね、キャプスロックで、そのモードのね、オンオフをトグル方式で変更できるんですけど、それだとね、今入力しているのがどっちのモードかっていうのをいちいち確認しなきゃいけないんですよね。なので僕としては明示的に全角入力するぞ、半角入力するぞっていうのを明示的に、表してから入力したいというのが、僕のやり方というか、希望になります。で、最初の問題ね、まずね、キー配列の変更方法ですね。これには、ULE4JIS っていうアプリですね。これを使います。で、Windows の場合ね、OS で認識しているレイアウトは、JIS 配列のままですよ。外付けを使うときに US 配列をエミュレーションするっていう、そういうアプリになります。で、これで、アプリをね、オンにするだけで、再起動なしですね。なしで US 配列の設定を認識してくれるという、めちゃくちゃ便利なアプリ。本当もうこれだけで助かった。ありがとうございますって感じですね。で、ノート PC を持ってね、移動したりとかするときもあると思うんですよね。その場合にノート PC 本体で入力するってこともあると思います。で、この場合は、このアプリをオフにすれば、OS がね、認識しているデフォルトのレイアウトに戻るので、本体のね、キーボードのレイアウトのまま入力ができるという、めちゃくちゃ便利なアプリです。で、次に、全角とね、半角の入力のこの切り替えなんですけども、これは、Alt IMEAHK っていうアプリなのかな、ちょっと読み方がすいません。ちょっと適当かもしれませんけども、Alt IMEAHK というアプリを使います。で、これを入れることで、無事にね、右の、オルトキーで全角モード、左のオルトキーで半角モードということが成立するわけです。いや、これで、僕のね、Mac の環境と Windows の環境で、その半角全角の切り替えモードもできるし、キーボードを何を使っても US 配列だったり JIS 配列だったりということが、認識できるということなわけですよ。素晴らしいです。本当にありがとうございます。で、僕はですね、主に Windows で使っている外付けキーボードを特に持ち歩いてるっていうのもあるんですけど、この HHKB を使ってるんですけど、HHKB の場合だと、
ディップスイッチの変更もね、ついでに必要になってくるのが、ここポイントかなと思います。で、僕の使い方としては HHKB はですね、キーマップは何も変更してない環境なんですけども、Mac の利用の場合はディップスイッチ2番をこれオンにしますね。で、Windows の場合は、ディップスイッチの3番をオンにします。で、これで、バックスペースキーがデリートキーという風な感じで動くことで、この配列のまま使うことができるというわけです。はい、ということで、もうめちゃくちゃ便利に、作業できるようになって、これで、Windows 使おうが Mac 使おうがね、同じキーボードを使い続けることで、作業のね、生産性とか効率性とかっていうのを、担保できるというわけです。いや、本当に助かった。本当に助かった。ありがとうございます。で、本当に今日の、動画の情報っていうのは、旧 Twitter X ですかね。はい、ちょっと言いにくいですけど、Twitter で、僕がちょっといろいろ質問したら、皆さんがすごい答えてくれて、それによって僕がね、今回の問題になっていたことが解決できたということです。本当に皆さん、いろいろね、情報を提供していただき、ありがとうございました。ということで、質問なんかありましたらコメント欄までお願いします。それからチャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。